フレッシュの生姜の香りがして非常に飲みやすいです。今日は自家製ジンジャーエールを作ります。ソーダオジャンジャンブル、生姜のことをフランスではジャンジャンブルと言います。材料でございます。まず小さめのレモン、大きければ半分です。あと生姜皮付きです。しょうがないです。そして、分量の天才と僕の友達です。そして分量のお水、鷹の爪、シナモンスティック、ギャバンです。そして長寿ね。そして、蜂蜜、僕がよく使う皇居の今日は金柑を使います。生姜をジュリエンヌっていうんですけど、皮付きのまんまはいね、自家製ジンジャーエールなんて素敵ですよね。これは今日作るのはこれ元のベースなので、これにいろいろと、ソーダを入れて、そうだ、京都へ行こうじゃなくて、ソーダを入れて、ジンジャーエール風にしたり、あとは、お湯で割ってホットジンジャーね、ほっといてみたいな。これはちょっとねこれから、寒くなってお風邪を敷いた時とか、このあったかいホットジンジャーお飲みになると結構元気になると思います。でこれをですね、この保存ポットに皆さんこうやってダイレクトに入れとくんですよ。でこれを一晩寝かせて、よいしょよいしょ、こうしてレモンも入れて、元を作ります。ベースを作ります。ではこっちの方で調理します。天才糖、ね、天才糖は甘みが抑えられておりますので、そしてお水分量の、そして鷹の爪、長寿、シナモンスティック、そして蜂蜜。蜂蜜はお好みで。はい、これを一度沸騰させます。はい、皆さん見てください。これ完全に沸騰したら、このポットに注ぎます。このアクが気になる方はアクを取ってください。僕はアクはそんなに気になる、アクも力なりと気になる方はこれ作ってください。はい、見てください。完全に沸騰しました。それでは火を止めて、この熱々の状態をポットの中に流し込んで、これで大体1日、これ温度冷ましていただいて1日冷蔵庫に入れていただくと、このシロップはできる。このシロップベースにいろいろ混ぜてジンジャーエール風にしたりだとか、ホットジンジャー風にしたりだとか、持たす人はこれなんか一冬こうやってつけておくみたいです。それでは、温度が下がりましたら、冷蔵庫に入れて一晩寝かします。自家製ジンジャーエール、これ翌日から飲めるんですよ。事情があって1ヶ月経ちました。それでは、自家製ジンジャーエールね、
ジンジャーエールのこれはこれからのソーダ水ではあるんですけど、そんなにきつくないので、お好みの濃さで、これ冬はですねホットにもできるので、お湯を入れていただければ、温かいジンジャーエールになります。それとこの3個ね、生姜とかレモン入ってますので、これも使ってあげてください。僕はちょっと氷好きなので、ちょっと氷を入れるとちょっと薄まるんですけど、入れなくても私は氷好きなんで。それで今日はソーダ水かナンバーワンソーダ水か、フランスのペリエね、これも買えると思うんですが、今日は安く、ナンバーワンソーダ水でいかしていただきます。はい、こんなもんでしょうかね。自家製ジンジャーエールなんてのね、おしゃれですよね。はい、よく混ぜていただいて、はい、出来上がりです。フレッシュの生姜の香りがして非常に飲みやすいです。ぜひ、これちょっと寒い時はねあれですけども、お湯で、割っても温かいジンジャーエールでお飲みできます。超おすすめです。グーです。